皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモレジです。今回は前回の続きの工作です。予定外であった地下の工作を進めるうちに地上の工作をして、次は地下の工作をしてと、次第に工作の進め方が因数分解のようになってきました。もう数学が苦手な私にはだんだんパニック気味になってきているんですが、画像のように前回地上の道路の歩道の縁石を塗装したところから工作を始めます。歩道部分は 0.5mm のプライターを使用して再現します。画像左手の踏切周辺は 0.5mm プライターを1枚使用して再現し、横断歩道よりも右側は 0.5mm のプライターを2枚積層させて、車道よりも1段高い姿を再現するとともに、厚さ 0.5mm の部分の歩道側にはスロープとでも言うのでしょうか、よく交差点で見かける歩道が1段下がる姿、これを再現しようと思います。横断歩道の部分の目安をマークします。マークした部分よりも右側にもう1枚の 0.5mm プライターを接着し、左側の 0.5mm プライターの1枚分の部分と右側の 0.5mm プライター2枚重ねの部分の接合部分に瞬間接着剤を持って乾燥を待ちます。乾燥を待つ間、薄いマスの工作をします。2箇所設置する薄いマスのうち、西口駅舎画像の右側のものは地下構造を省略した簡易的な作りにします。ちょうど今木工用ボンドを注入して筆を当てているところなんですけど、グレーチングで上から覗いた時に黒の下地が見えちゃうってちょっと興ざめだなと思って水の表現をしようとしてるんです。で、木工用ボンドを熱波して伸ばしてあげればいいなって思ったんですけど、全然伸びてくんなくって、今筆でぐりぐり下に押し込んでるとこなんですけど、よく考えてみたらこれ筆に水を含ませてみて、で木工用ボンドを伸ばすような感じで慣らしてあげるとちょうど伸びてくれるかもしれません。こんな感じで上から見た時に水が表現できるようにしました。次に歩道をセットしまして、電柱の位置を決めておきます。電柱には何箇所か街灯を設置しようと考えていますので、早い段階で工作をしておくことで配線工作をスムーズにさせる狙いがあります。電柱の位置の目安を決めてマークをしました。マークした電柱になる部分をピンバイスで穴開けしました。続いて歩道の段差の坂になる場所に盛り付けた瞬間接着剤が乾燥しましたので、ヤスリがけをします。ヤスリを終えたら歩道の植え込みを再現する部分を切り出しました。場所は現地取材やストリートビューを参考に、でもそもそも論でかなり周囲をアレンジしてますんで、それに合わせて場所を決めました。マスキングテープで部材を留めて慎重に丁寧に切り出しました。せっかく作るっていうこととジオラマ正面になりますので、やはり丁寧に作りたかったんです。植え込みの部分の縁石を 1mm 角棒を切り出して作った部材で再現します。部材に関しましてはあらかじめ大まかにカットしてあります。その大まかにカットしてあった部材を接着していきます。で、接着をしながら現物合わせで調整をしています。特に縁石と縁石の間の隙間、こちらに関しましては少しオーバースケールにはなっちゃうんですけど、私の肉眼でも隙間が見えるようにということで調整しています。で、結構細かい作業なのでピンセットでちょっと調整しきらないっていうところはカッターの刃先を使って調整したりしています。で、どうしても隙間が空きすぎちゃうなんていうこともありましたので、そこに関しましては部材を新規に作り直して接着をして調整をするっていう風にしています。ところで工作を進めていて、だんだんとこの横断歩道の部分の縁石の両脇の斜めにカットされた部分の縁石ですね、これが横断歩道の部分の 0.5mm のプライターで作った縁石と高さが合ってないっていうのが気になってきました。そこでこの縁石をせっかく接着したんですけど外しました。そして 0.5mm のプライターの上に接着しました。そうすれば低い部分の縁石と斜面の高さが揃うはずですって思ったんですけど、やっぱり新規に作り直しました。高さが合わなくて調整しなきゃいけないなと思ったんです。剥がした後には塗料が回っていません。新規の縁石を接着した時に
この無塗装の部分がちらっとでも見えると、もうほんとものすごく興ざめなんで、マスキングして塗装することにしました。塗装を終えました。やっぱりこの上に縁石を置いた方が安心して工作を進められます。マスキングテープを剥がしたところ、まさかで L 字側溝の表面剥がれちゃって剥げちゃいました。やっちゃいましたこれ。もう最初のパテ塗りからやる気力もないので、上から灰色の塗料でタッチアップしました。でもこういう補修跡って時々見かけます。おっと、災い転じてなんとやらじゃないですか。これかえっていいかもです。少し今回長くなっちゃいましたので、ここまでといたします。最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次の機会にお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。